いや、質問コーナー行きましょうか。いいよ。質問があるですね。馬というのは一体いつぐらいまで成長するものなんでしょうか。体重が増えて良くなる馬もいれば、増えなくても良くなってくる馬。この時のその馬の成長っていうのは、ちょっと疑問なので、この辺の成長の正体はどこにあるんでしょうかと。どうですか。まあ、体が増えてくるのも確かに成長ですけれど。難しいな。うんこんなこと当てはまんないけど、俗に言う、今だったら3代の夏場で、本当に成長が一気に達するっていう風なのが、まあ、昭和の時代からずっと言われてる。人間で、これね、そうですか。これはね、多分ね、昔はその、厩舎に入ったら入れ替えっていう制度がなくて、その何十頭ずっと置きっぱなしにして、2歳3歳だったらクラシック、シーズンを使いっぱなしにとりあえず来るわけよ。それで夏場に北海道に行って2ヶ月3ヶ月ぐらい休ませるっていう形で、で帰ってくる。そうすると、昔はね、その放牧行ったところで運動っていうのはそんなに本当にのんびり休ませるっていう形だから、帰ってくるともう30キロ、40キロ、50キロ増えてくんだよ。それを成長というふうに間違えて言ってたって間違えたとは言わんけど、それを成長というふうに捉えてたこと、節もなきにしもあらず。で、馬の成長はいつかっていうのは、まあ、生き物だから、まあ、個々の差はあるとしろ、必ず大人になるんで、これがどこが成長止まったのかっていうのは、これはね、一概に言えないけど、この馬を見てて、成長したのが、もう、ここのところずっと同じだなと思ったら、それがもう成長のピークだったっていう、後で気がつくんだけれど、ただ、やっぱ幅が出てくるっていうのが、で、俺なんかそう思っちゃうけど、これでかくなったなーって久々に見て、太いんじゃなくでかくなったなっていうケースは、多々あるから、まあ、使い込んでるうちはわからんな。昔、ミンスキーの子で吉野スキーって佐藤清介厩舎にいて、まあ、テンポイントって名前はみんな覚えてると思うけど、今競馬知らない人でも。その吉野スキーっていうのがね、これもやっぱりそれで入れ替えがない時だから、何連勝かしたんだ。4連勝、5連勝。で、その時に使うたんびに2桁ぐらい体重増えてて、460、70ぐらいから半年ぐらいで500を超えて競馬、520ぐらいまで、この俺のうる覚えだから、はっきりした数字はわかんないけど、もうトータル半年ぐらいで4、50ぐらいは増えてたんじゃないかなっていう気がして、テンポイントもね、初めて中山に来たのが、俗にスプリングかな、弥生かどっちかだったけど、その時に450はなかったはずなんだよ。多分30、40のレベルだったと思うんだけれど、今こうやって質問言われたから、はっきりわかんない。あれだけどね。暮れの有馬の時に500あったんじゃねえかなっていう。で、その数字はまあ、定かじゃなくてもすげえ変わったなっていう、のを当時思ってたなっていう印象は持ってるんだけれど、そのなんか、あの頃、その関西の馬なんて全く無印同然で、競馬を見たことなければ、東京に中山に来て初めて馬を見る。今みたいに、このグリーンチャンネルないし、レースも、生で見るなんてこともなかったから、どんな馬かもわかんないし、関西馬は人気なかったから、必ず関東に来る場合は西の宿泊とかなんとかって必ず秘密兵器とかって必ずそのフレーズタイトルがつくんだけど、で、テンポイントなんかも、最初細かかったなっていうイメージなんだよな。430、40、50ないような気がしたな。で、暮れの有馬で500いってたんじゃないかなっていうぐらいな、違くてもそのぐらいな違いのインパクトがあったんだけど、これは誰か知ってる人がいたら、まあ。パッと見たけど、体重までちょっと今わからないんですけど。じじいしか知らねえよ。俺もあんまら、その頃出ても、東証ボーイは最初からでかかったってイメージだったから、テンポイントの場合は、だからテンポイントが絶対東証ボーイが逃げるなっていう、今でいう三大は同士でワンツーで、テンポイント東証ボーイで決まったんだよな、確か。で、それが、テンポイントが逃げたっ
んだよな。確か東証坊に穴を叩いた。マッチレースに持っていったっていう、すごくいい、インパクトの強い競馬だったなっていうのがイメージに残ってんだけど。だからまあ、何が言いたかった。だから、パッと見て、あ、成長したなっていうふうに思うんだけれど、やっぱり休まして帰ってきた時じゃないと、でかくなったなって、人間もずっと見てるとわかんねえじゃん。それと一緒なんだよな。で、どこで成長あるかっていうのは、やっぱ同じ姿、これね、体重っていうのはちょっとね、非常に微妙で、気にしない厩舎だったらいいんだけれど、体重っていうのはみんな大体毎日測るっていう習慣がついてて、で、例えば450キロ、前回450キロって言って、走ったら、それに合わせようとする傾向がある。ちょっと460になったからちょっと絞ろうかとか。買い場をそこまで減らすってことは、今はそんなにはないと。昔は買い場の量を増やしたり減らしたりっての結構あったんだけど、やっぱ夏場しばらく遠ざかって見てて帰ってきて、ああ、体大きくなったなーって思えば成長なんだけど、あれちょっとうまく説明できない。ちなみにちょっと似たような感じ。ただ延長上なんですけれど、牧場での生育過程ですとか、大前での調教とかの過程とかって、この場合って、馬の成長とかにどういう影響を、ウエイト的にはどんな感じなのか。これはウエイト的には競走馬の能力として 100% そこと言っても過言じゃないかもしれない。馬って生まれて牧場で、当面、乳離れっていうのは大体8月、9月、乳離れを起こして、親の顔を忘れるんだけど、で、その後に、育成所っていうところに持っていく。で、ここが競走馬の全てを決めうる場所って言っても過言じゃないかもしれない。今、北海道、こっちも茨城も育成所っていうのは、あるんだけれど、バブルでなかなか入れない。大手牧場、皆さんよく知ってる大手牧場なんか育成所ちゃんと持ってるけれど、そこに入ろうと思っても資格がない。やっぱり自分とこの馬がオンリーっていうとこでね、他から頼むよって言われて、もう、いや。だからそこが優秀な学習塾と思ってくれればいいし、そこでの過ごす1年間から1年半で全てが決まると言っても今の時代は、っていうのはデビューを早くさせなくちゃいけない。いい例がもう今年に入ってから未勝利ってひどいメンバーで、もう同じダートの戦にでも1着、もう必ず2、3頭がバッて出て、あと10馬身ぐらい離れてるのが10頭ぐらいバーってくるだろ。もうそういう、質が落ちてるっていうか、質の格差が大きい。やっぱりそこで育成所で馬を、そこの育成所ってのは第一初期段階でみんな1歳の、その当時、まず調教の手前ぐらいな感じでね、やるんだけど、で、それからそれを慣れてくれば、本当の本当のっていうか、それで育成上ちゃんとしたコースがあるところでバリバリ乗るようになってくるんだけれどね。これはね、大差、今、ここで高校野球やって桐蔭とかなんと今桐蔭勝ったけど、おそらく桐蔭とかっていうところは、もう各日本全国からすごい選手を寄せ集めるだろ。そこの差だと思うんだけれど、馬の世界は俺は人間よりも格差が広がっちゃってるから、残念ながら、そういう育成所、離入して育成所に行った時に、ちゃんと調教がつけられる人間、ちゃんと調教つけられる場所、コースっていうのが相当差があるはず。ある一方ではそこにすごいお金をかけて、充実させて人間もそういうところにちゃんとそういう育成して、で、片やそうでもないっていうところも、俺も育成所何件か見ていってるけど、仕方がないって言えば仕方がないし、そこでの差っていうのはやっぱりデビューまでは差が開くんじゃないとは思う。
まあその前、くんちはやって人間に従うように、仲良くなるようにっていうところはやってるけれど、本当にそういう人がいれば、その場所を持って育成場を作って、すごい設備を作って、こっちの茨城でもまだ土地があるから、人間ちゃんと乗れる人間やれば、そこにはみんな預けますよ、馬を。今高いからな、育成場も。旧車と同じぐらい取るからな、下手すりゃ。1日、まあ、俺が知ってるところで1万円切るところも何かあるけど、1日1万5千円ぐらいと、から2万円近く、下手すれば2万円オーバーっていうところも中にはあるし。まあそれでも、まあ高い塾入れてるような顔そう。それでも。だからそれがどのくらいな結果として現れてくれば正解なのかっていうのは、これは永遠にわからない。その人間の持ってる、この馬は走るよなと思うのが、それいくつか勝てば走ると、正解になってるのかっていうのはその人のあれだからね。ただ経済的なもんだから1億円で買ったのが3000万しかと漏れせなかったったら、これはダメだよなって感じはするけど。でもみんなたくさん馬持ってて、プラスになってる馬主さんでも、そういう馬は何頭も持ってたはずだから、高い馬買って全然走んないって。ね。だから中山は今年これからあと1ヶ月もすれば中山のブリーズアップっていうのがあるけど、去年、この間調べてもらったけど、高かった馬順番にもうみんな引退しちゃってる。千葉デリが今年成績いいからな、千葉デリで売れたのが。まあ。あと一口ですね。一口話をやってる方からなんですけど、やっぱりカタログ動画とか見て選ぶんですけど、どこに注目して選べばよろしいでしょうか？カタログは絶対ダメ。うちの人間も結構石当たりでも俺もなんだか結構みんなやってるじゃん。で、動画は見なきゃしょうがない。俺もやんないけど、あっちこっちに動画は見せてもらってるんだけど、どういうラインナップがいて、どういうといろんなところでこういう動画あったら見せてもらうけど、やっぱり動き見なきゃダメだな。動きそのものはもう天性のものがあるから、もう、今、たまたま、これから、聞いたところによると、シルクとキャロットの2歳馬の追加募集があるっていうところで、まあそういうの動画が見られるんだ。2歳で、今の時期の2歳の動画だったらちゃんともう歩けるようになってるはずだから、全然もう1歳で、東西は、今度俺、また4月ぐらいにちょっと東西見に行こうか。東西を見に行こうかなと思ってんだけど、4月に入ったら。正直東西見てもわからんけど、1歳で今の時期1歳見れば、大概わかるよ。わかるっていうのは、ダメか、ペケか丸かっていうの、ペケの範囲と丸の範囲っていうのはまあ広いんだけど、で、何がペケなのかっていうのは、例えばそれ、50万の馬だったらペケじゃなくて丸になるし、で、丸も5000万だったらペケになるしっていうレベルだけど、そういう馬を一口のやってる人で好きで動画ばっかり見てる人間は多分それ当たると思う。よく言うんだよ。また今年3月、4月ぐらいからアメリカで競りが行って結構調教師行くけど、前も誰か俺が見っけてこれっからって調教師が、あさん誰か馬主紹介してよって言うから、何を見っけるんだよって言うから、いや、2つ3つ勝てるよって、俺誰が言ったって当たるよっていうの。アメリカに行きゃ2つ3つは簡単だよって難しくないよ。ただ、芝生の王道路線を見つけられるなら頼むよって。絶対見つかんないから、見つかるんだったら高いよと思ってる勝手に。これは結構厳しいと思う。ダートのあれがあったら全然そんなに難しくなくいけると思うけど。まあ、だから俺血統っていうのは正直なこと言うと、みんなに多分知らないと思う。この業界の中では。知らないっていうか気にしてない。だから血統はお金だと思ってるから、なんとかの下、なんとかの子っていうのだけで値段が釣り上がって、それは血統だと思ってるから、それに騙されちゃうとは言わんけど、それに引きずられちゃう。だから、それは置いといて、馬だけを見てシンプルに、その後に、こういう母親かって、これ父親はこうだったよなっていうのを思い出して、で、それで重ねていくんだけど、動きでどこを見るかって言ったら、ざっくり言って、
芝とダートと違うけど、芝でざっくり言っちゃうと、バネが絶対ある馬が、バネっていうのはわかるんだよ。それは多分回る。それは走るんだよ。あと、部分的な難しいことは、多分言っても、ちょっと、こっちが曲がってるとかなんとかっていうのは、動画でわかんないと思う。それはしょうがないか。だから曲がってるからなんだって話なんだけどな。極端じゃなかったら、極端なやつは嫌だよ。俺はよく言うんだけど、絶対故障するもん。負担かかるから。でもたくさんいる。本当に。この馬、よく言うんだけど、この馬多分持たないな、つったらやっぱり故障する。それはしょうがない。そういう運命だ。その曲がってるのはやっぱり動かしてる時の動画だと気づけにくいところなんですか、ね、気づけない。ひどいのは気づくけど、そこまでひどいのは出てこない。ただ、正面から歩いてる動画だったらわかる。正面から歩いてくる馬を正面から見れば、ここがそれはわかる。けれど、正面から歩いてくる動画ってねえんじゃねえか？そんなに。見たことないですね。あんまり。だから、馬見に行った時に、歩かしてもらった時に、やっぱり正面から見るもん。で、四つ足のバランスを見ながら、歩いてる時はね。歩いてる時にバネってこれはわかるんだって。これはわかるんだよ。この馬バネがあるなっていうのは。これはわかるんだよ。それはね、そこまで複雑に難しくない。全然、バネのある馬のが少ないから、すぐわかるんだよ。これは。歩いてる。走らせるとなんかわかるじゃないですか。ちょっとバネある走りするなっていうのが。一番わかんのは本当はね、ダクト、俺は、馬見て、美穂でもこうやって出てきて、昨日の追い切ったとか出てくるんだろ、ダク見れば一番わかるんだよ。本当に。ダク見て、足の着地点。走り方はもう、すでに強い調教やってて、走り方で特徴っていうのは全部違うから、もうこの馬は短距離馬だなとか、長距離馬だなとか、スピードが、それ、フォームで、はある程度つかめるから、長距離時計は全然必要ないんだよ。正直。どういうタイプかって見るのが好きなの。決めるのが。動画見て、ある程度わかると思うよ。気に入った馬が一番いいんじゃない？そうですね。自分が見て気に入った馬ですね。一つ、アドバイスができれば、顔のあんまりでかいのはよくねえぞ。顔でかい。頭の重たいのは。でも、どれが重たいのかって言って、大きいのかって言って、多分、普通の人間わかんないと思うけど、首が短くて顔がでけえのは、知らないですか。首がでかくて顔がね。それはもう短距離800メートルの競馬の馬になっちゃう。サイズはどうですか？全体的にサイズ的にバランスさえ良ければそんなに。いや、サイズ感はね、非常に大丈夫だけど、いいんだけど、ただ、このサイズがどのくらいになるのかっていう目安がつけばいいんだけど、あんまりバカでかくなっちゃうとちょっとなんか。そう。これは優に500を超えるなっていうのは、それはそれでいいんだけど、やっぱり超えるのは、男物の場合は、どうしても喉っていうのが、必ず俺心配になってくる。結構多いんだよ。これあんまり表に新聞とか出てこないけど、例えば明日の、ロンシャンパークみたいに、喉の手術しましたとかって言うんだったらいいけど、でも言わない、発表っていうか発表する義務がね、あるわけじゃねえけど、何もしないで、いや、喉を手術してたよとかさ、あと、結構多いから、喉は。小さいところか大きいところもありますからね。喉。手術しちゃえば結構大丈夫だっていうのは。今はどの技術が分かってないけど、社代は相当いいっていう話は聞くね。完治はしないとかってよく言うけど、ほぼ完治してるんじゃねえかなって気もしないでもないけど、いろんな方式があるから、全部取っちゃうっていう。昔はそれがあって、そしたら当然喉がスースーなるけど、この間もある厩舎で、これ前喉なってなかったっけ？去年だったかな。で、調教師が、実はアナウンサーこれ全部取ったんだよと。だから動き良くなった。そう。
ただ、これはもう、危ないんだよ。もうそのままもう多分引退したと思うんだけど、2、3回で、一発目走った、3着に走ったんだよ。それ、俺、単独で帰ったんだけど、で、なぜかっつったら、誤嚥性になっちゃうんだよ。会話かなんかやっぱり直接に入っちゃって。もう何も止めるとこないから、全部取っちゃって。だからそういう荒っぽいっていう言い方おかしいけど、そういうことは昔はよくあった。そういう手術の仕方は。空気の通りだけ良くしちゃって。今はその弁を、貼り付けて糸で引っ張るとか、縫い付けるとか、まあいろんな方法ができてるんだけど、どん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 進化してるとはよく言ってるけどね。まあトレセンのトレセンよりも遮台の方がっていう風な話は聞いたことはある。実際俺もこの辺詳しくないけど。あともう一つじゃあ次ですね。さっき言った要はレース後のコメントですね。よく今日はちょっと喉がとかやっぱ出るじゃないですか。敗戦コメントで。その中でやっぱりそのレース後に一番聞きたくないってことは夏負けでしたかねみたいなそういうコメント出るじゃないですか。こういうのって例えばレース前にどこでみんな気づいてるんでしょうかと。全くもって気づいてなくて。いや。多分だよ。これは多分8、2ぐらいで気づいてると思う。後付けも含めて、やっぱりなっていう風な感触は8割9割だと思う。最初から夏負け気味だなって思ってて、ゴーサイン。大丈夫だろうっていうゴーサインが多いんじゃないかなっていう気はする。老けなんかもそうなんだよ。でも、老けで負けたとかっていう言葉っていうのは出ないけど、たまに出るけどね。ちょうど今頃老けのシーズンにもなってくるけど、まあ、牝馬なんかはもう競馬場で競馬場行ったら、こすりつけてっていう風になるから、これ老けだなと思っても、それが、結果が惨敗もあるけど、勝つっていうケースもあるし、だから夏負けでちょっとバテてても、その時は結果的には馬券に来ちゃうケースもあるし、でも、やっぱり、ジョッキーはわかる。その時に、回収馬から、ジョッキーに関してはね、回収馬からちょっとおかしいんじゃねえか、なんか違うよなっていうので、ほいで動かしても動かねえから、これダメだなと思ってやめちゃうっていうケースは、毎年必ず1頭2頭じゃないと思うよ。でも、それは、だから、どうしたいのかっていうの。これは、それも飲み込んで馬券買わなくちゃいけない。そうですよね。だから、まあ、俗に言う雰囲気、気配っていうやつなんだけど、これはもう、自己責任で見てもらうしかねえよ。これおかしいなと思ったら買わないっていうふうに思うしかないよ。パドックなんか見てて意外とちょっと、あれこのままおかしいな俺はね、俺は、結構、敏感に響くよ。例えばね、先週、阪神大商店、レッドバンで買おうと思ってたんだけど、馬見たらもうやめたんだよ。もう、明らかになんかおかしいなっていう、その後出てきてないけども、ギスギスしちゃって、まあ、マイナス10何キロっていうのが最初ピった時に、マイナス10何キロなんか、輸送でやったかなっていう、でパドックでは見て、パドックのある映像をこうやって見てて、ああ、やめよう今日ダメだなと思った。これはもう感覚だから、なんかあったんじゃねえかなっていう、輸送かなんかでっていう風な。これはでもそうじゃないかもしれない。でも俺は実際そう思って、レースはもう馬券やめたと思って買う気なかったから。あれから、1着2着の2点だけ買う予定でいたから。そしたら終わったら2頭で1300円、300円ついたって、へーと思って。まあでもいいやと思って買おうと思ったけどやめといたんだけど。よくあるよ。そういうのは、もうそれは夏場になればもう、北海道は幸いそこまで
夏バテが出てこないから、あれだけど、新潟とか福島とか行けば、まあ今年も暑いって言うんだから、ぐじゃぐじゃ、みんな騙されて馬券やられちゃうんだよ。いや、本当にそういう今買って。見分けるの難しいよ。でも、多分見てれば、本当に見てれば、何かしら違和感を感じると思う。で、違和感感じたら、買いたい馬はやめなさいっていうところ。そうね。たとえ勝ったとしてもそこはもう。そう。それはまた結果はまた別物だけど、でも大概は来ない。やっぱり惨敗する。途中でやめるから、ジョッキーもおかしいなと思って。もうだから、追わないでケツになっちゃうとかっていうシーンがたくさん出てくると思う。しょうがない。使わなくちゃいけないっていう事情もあるんだろ。馬は。そうですね。まあそこまででもう仕上げちゃってるとか、まあいろいろありますからね。はい。そんなとこだ。ちょっと長くやりすぎだからはい。40分。今週もご視聴いただきありがとうございました。柳永さんへの質問コーナーいかがでしたでしょうか。柳永さんに質問がある方はコメント欄へどしどしお願いいたします。私も楽しみに毎回見ているので、皆さんの質問をお待ちしております。そんな柳永さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そして柳永チャンネルのご登録もお願いいたします。